こんにちは、イラストレーターのネグです。突然ですが、この2つの構図、どちらがかっこよく見えますか？人物のポーズはすべて同じです。ですが、多くの人が右側を選ぶでしょう。仕組みを理解していなくとも、なんとなく構図の良さを感じると思います。そして、その仕組みを理解する前と後では、イラストの構図の作り方が大きく変わるはずです。先に結論からお話しします。端的に申し上げると、大きさに大小の差をつける。それだけです。すごく簡単ですね。大きさに大小をつけることによって、明らかに目立つ部分と目立たない部分が生まれ、結果的に視線に動きがつきます。意外と目立たない部分の描写こそ非常に重要になります。周りが目立たないことで主役がより輝きます。ちなみにこれは視聴者の方のイラストで後ほどしっかり解説します。視線が集まる範囲を絞ることでイラストの見どころを作りましょう。圧倒的に大きく目立つものがあると鑑賞者の視線が迷うことがなくなります。臨場感のある絵を描きたいならぜひ試してみましょう。それとこちらのイラストは過去に解説動画を上げているのでぜひ参考にしてみてください。大きさに差をつけないと視線が集まる箇所がないため、平坦で静かな印象になってしまいましたね。ちなみに、その構図が適切な場合もあります。シンメトリー構図とは特に相性がいいです。均衡が取れていて、どこか神秘的に見えます。ただ、今回の主役はこちらの構図なので話を戻します。実際にイラストの中でどのように大きさに大小の差をつけているかを見てみましょう。クジラの絵です。中央のクジラを他より圧倒的に大きく描くことで視線が集まる見どころができています。そして下の少女は小さく描かれていますが、ライティングで強く目立っています。目立たせるものに優先度をつけることで視線に動きが生まれます。このイラストはクジラと少女が主役です。なので、他の動物たちはその主役を邪魔しないように描くのがとても重要です。もし下のイルカがクジラと同じくらい大きかったらどうなるでしょうか？まずクジラは他より圧倒的に目立つという強さを失い、視線が散らばってしまいます。そして画面を圧迫して余白のない絵になるでしょう。ならいっそのこと小さいイルカたちも描かない方がいいのかというと、決してそうではありません。大きさというのは相対的なものです。下のイルカが小さいことで、クジラの大きさがより際立ちます。主役はクジラと少女ですが、脇役のイルカにも脇役としての素晴らしい役割があります。大小の差をつけることの有益さをお分かりいただけたでしょうか？これができていればもっと魅力的になるといった絵は多く存在します。そんな視聴者の方のイラストにアドバイスをさせていただきました。ちなみに私の Pixiv ファンボックスと Twitch のサブスクライブでは Discord サーバーに入ることができ、そこでイラストにアドバイスをしたりしています。ここでまたクジラの絵なんですよね。幻想的な雰囲気の絵です。このイラストで主役となるのは電車とクジラの骨です。ですが、その2つの大きさがほとんど同じなせいで、視線が集まる箇所がぼやけています。ここがこのイラストの見どころです。という箇所を作りたいですね。電車の方はこのイラストの中で独立した色を持っているので、多少小さく描いても目立つと思います。電車を小さく描き、クジラを大きく描くことで、構図に視線の動きが現れると思います。まず大きなクジラが一番目につくようになりました。そして電車が小さくなったことで空を泳ぐクジラの巨大さがより強調されました。その手が届かないような神秘的な雰囲気がありますね。さらにこれはちょっとした背景の知識です。電車のような大きさがわかりやすいものは背景を描くときに非常に重要です。例えば窓です。多くの建物に窓が見えます。
その大きさ次第で建物の大きさや距離感が変わってきます。窓を小さく描くと、その建物は遠くにあることが一目で感じ取れます。円形を描くときに窓を大きく描いてしまうのは初心者にありがちなミスです。それでは次のイラストです。こちらはバーチャル YouTuber の方のファンアートですね。可愛らしいですね。3人が横並びになっているイラストのため、大きさは変更しづらいです。ですが、少しの変化でより視線を引く形にできるはずです。頭の位置を変えればいいんです。今のこの3人の頭の並び方は水平で動きが少なく感じてしまいます。真ん中に視線が集まるような並び方にしてみてはいかがでしょうか。左右2人の頭の位置を下げることで、鑑賞者にここが見どころですとわかりやすく伝えましょう。また、周りに風船などの小物が配置されていますが、大きさと間隔が一定です。これも動きが少なく見えてしまう理由の一つです。大きさと配置間隔を不規則に描くと、より自然な動きのあるイラストを作れるでしょう。最後にこちらのイラストです。エヴァンゲリオンのファンアートですね。元のままでもかっこいいのですが、もっとかっこよくなる要素を秘めたイラストです。今回は少し応用的なお話になるかもしれません。今まで通りイラストの主役となり得るものを整理しましょう。これは手前にいる2人と画面中央の大きな星です。このイラストの一番の課題は、それらのうちでどちらが主役かが曖昧なところだと思いました。人物を見せたい絵なのか、背景を見せたい絵なのかを選ばないといけない絵です。今回は人物が主役の絵としてアドバイスをさせていただきました。先にアドバイス後のイラストをお見せします。こちらです。明らかに人物の存在感が上がって、そこに視線が集中します。これは主役のサイズを大きく描いただけではありません。重要なのは主役を目立たせるために脇役である背景の描き方を変えたということです。周りが目立たなくなることで主役がより一層引き立ちます。最初の状態では背景のコントラストや情報量が高いため人物と視線を奪い合ってしまいます。影を作って空気遠近法でコントラストを下げることで特にこのあたりが非常に目立つようになりました。この描写をするためにイラストのアイレベルを下げています。結果的に頭の周りに青い余白が生まれました。そこに太陽光が当たることでコントラストが発生して視線誘導が可能になります。また、周りにある雲なども画面の中央に向かって配置することで、その視線誘導をより強固なものにできるでしょう。ちなみに空の色を使って遠くのものをソフトブラシでうっすら塗りつぶすと簡単に空気遠近法が使えます。私はディティールの繊細さよりも構図の方がイラストの完成度への影響が高いと思っています。この動画で皆様の構図作りのお手伝いができたのなら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。